おはようございます。ケンです。今日はテスラを取り巻く最新のニュースを見て正直よくわからなくなってきた。そう感じている方に向けてお話をしていきたいと思います。NHTSA による調査、モデル3の安全性に関するニュース、それなのに株価は崩れない。むしろアナリストは目標株価を引き上げています。この違和感、実はここに今のテスラを理解するための重要なヒントがあります。今日の結論を先に言います。今、テスラを見る評価軸は完全に変わりました。そして、その変化に気づけるかどうかで、今後のテスラの見え方は全く違うものになってきます。では、まず最初に、今回話題になっている NHTSA のニュースから整理をしていきましょう。ニュースだけを見ると、テスラまた調査か、安全性に問題があるのでは、そう感じた方も多いんじゃないかなと思います。ただ、ここで一度冷静になりましょう。今回 NHTSA が評価しているのは、いわゆる致命的な欠陥や構造的な不具合ではありません。論点になっているのは、モデル3の非常用ドアリリースが緊急時に分かりにくいのではないかという点になります。しかもこれは現時点では調査の開始ではなくって、あくまで評価段階です。リコールが決まったわけではありません。走行停止が命じられたわけでもないんです。つまりビジネスとしてのインパクトはかなり限定的な話です。それにもかかわらず、このニュースはテスラのリスクとして広く拡散されています。ここで一つ目の違和感が生まれるんです。では、なぜこうしたニュースが出てもテスラの株価は大きく崩れないのでしょうか？この答えを考える上で、ドイツ銀行の最新の分析がとてもわかりやすい材料になります。ドイツ銀行はテスラの2025年 Q4 の納車については正直に言って慎重な見方をしています。需要は強くはない。地域によっては鈍化している。短期的には楽観はできない。ここまでは多くの投資家が感じていることと同じです。しかし、その一方でドイツ銀行はテスラの目標株価を$500に引き上げました。ここが重要なんです。売られていないかもしれない。でも評価は上がる。一見矛盾していますよね。でもこれは矛盾ではないんです。評価軸が変わっただけなんです。では、ここからが今日一番大事なポイントです。今、テスラはどれだけ車を売ったのかという基準ではもはや評価されていません。評価の中心は AI、FSD、自動運転、ロボティクスです。つまり何台売れたのかではなくって、どこまで未来を取りに行っているのか、これが見られています。この評価軸の変化に気づけないとニュースが全部ちぐはぐに見えます。悪材料が出ているのになぜ株価が崩れないのか、それは市場が見ているテスラとニュースの見出しが見ているテスラ、これがもう別物だからです。ではここで話題をロボタクシーと FSD に移します。最近イーロン・マスクさんの本人とテスラの AI 責任者がある体験を共有しました。それがドライバーの席に誰もいないロボタクシーに乗ったという話です。これさらっと流されがちですが、かなり重要です。なぜならこれは構想やデモの話ではないからです。実際に公道を走っている。しかも開発責任者自身が乗っている。これが意味するのはテスラの自動運転が実験フェーズを超えつつあるということになります。では他社と一体何が違うのか。ここでよく比較されるのが Waymo などの他社の自動運転です。Waymo は限定されたエリアで地図を前提にした自動運転を行っています。一方テスラはどうでしょうか？テスラは人間と同じように映像から判断する AI を育てています。これは遠回りに見えます。でも成功すればスケールが全く違います。地図を作らなくてもいい。エリアを限定しなくてもいい。ここにテスラが AI の会社と言われる理由があるんです。では FSD がこのまま進化すると何が起きるのでしょうか？多くの人は運転が楽になるくらいで止まっています。でも実際はもっと大きな話です。ロボタクシーが成立すれば、車は所有するものから使われ続ける資産、これに変わります。保険の形も変わります。物流も変わります。都市の構造すら変わります。そしてその中心にいるのが
テスラなんです。だからこそ短期の納車台数よりも FSD の完成度が見られているということになります。では、こういったことを踏まえて皆さんに問いかけたいと思います。皆さんは今のテスラを何の会社だと思っていますか？まだ車の会社でしょうか？それとも AI と自動運転の会社でしょうか？この答えによって今日出ているニュースの意味っていうのは180度変わります。NHTSA の調査っていうのは本当に致命的なリスクでしょうか？それとも未来に向かう過程での一時的なノイズでしょうか？はい、そういったことを踏まえて今日の話まとめていきたいと思います。短期的には規制、調査、納車の鈍化、いろいろなノイズがあります。でも中長期では評価軸はすでに AI と自動運転に移っています。テスラは今次のフェーズに入っています。この変化に気づけるかどうか、それがこれからテスラを見る上で一番大事なポイントだと僕は思っています。はい。ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は急上ですね。485ドルのままです。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、冬の会の日程が決まりました。ぜひ、真冬の輻射熱、床暖房とはまた違う暖かさの次世代技術、これを体感してみませんか？こんな方におすすめということで、真冬のヒートショックが怖い方、逆に真夏の家での熱中症が怖い方、家の断熱性が悪くて夏が暑くて冬は寒い、これをどうにかしたいと思っている方、そして僕が一番おすすめなのは経営者の方です。オフィスの空調をどうにかしたい、電気代が高くなってしまって困っている、こういった経営者の方に本当エコファクトリーのエコウィンっていうのは解決策になってくると思います。去年一緒に行った方で体感された翌日に買われた方がいます。その方は両親の家に設置しました。この理由が家も古くなり断熱性もない。また真冬のヒートショック、真夏の熱中症もエコウィンがあれば解決してくれると思ったからというものです。ぜひどんな感じなのか、これは本当体感しないとわからないところではありますので、ぜひ体感をしてもらいたいと思います。では日程ですが、2026年1月23日金曜日、こちらはエコファクトリーの熊本本社で行います。福岡から行こうと思われている方は僕と一緒に行きましょう。そして熊本空港まで来られる方はそこから送迎はいたします。そして2月9日の月曜、こちらはエコファクトリーの東京支社で行います。東京の方は定員は10名です。ともに時間は10時ぐらいから開始を予定しています。東京の方は僕も朝一で東京に向かいますので、ぜひ一緒に体感しましょう。はい。ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。